れでこう見てたら、本当にそのおっしゃってるような、その相手の目の色とか肌質とか身長とか声の感じとか、相手がどんな利き手かとか、そういうのも分かりますとか書いてあったんですよね。で結論から言うと、占星術でそういう見方はあります。でそれはほとんど、ホラリーになります。でホラリーっていうのは、自分の人生はもうこうですよっていうふうに決まってるという前提なので、どういう人と出会うのかっていうのも全部決まっているっていうね。例えば結婚生活もどういう結婚生活になるかっていうのはもう最初から全部決まってるっていう話なんですね。でそこに対して私の中ではそうじゃないよなっていう思いがあったので、そうじゃないっていう理由とか、自分が納得するものを勉強の中で見つけていって、今は確信を得てるわけなんですけど、ただ例えばホラリーをもう自分がホラリーを信じきってこれだって思ってる人は別にそれで言ったらいいと思うんですね。いわゆる占星術で、例えば私たちの体もね、こういう体で生まれますよっていうのは最初から決まってるっていう見方があるんですよ。それは1ハウス、アセンダントの星座で決まるんですね。で、アセンダントの星座の主星のアスペクトとかもまた関わってくるし、アセンダントの星座の度数とかも関わってくると思うんですね。どんな惑星と関わってアスペクトを組んでるかによって、それが強く出るとか、弱く出るとか、もうマックス強いとか、ちょっと強いとか、そういうのが点数とかでつけられるんですけども、そういうのちらっと私昔聞いたことがあるなと思って、こういう例えばこういう人は目が三白眼になっているとか、こういう人はちょっと手足が長いとか、それはあると思うんですよ。双子座の人は手足が長いとかね、そういうのってあると思うんですよね。なのでそれはあくまでも星座で区別していった上での特徴なわけで、それって基本に戻るんですけど、占星術って統計学ですよね。なので統計でたくさんその人の容姿を調べた結果、この星座でしかもこの度数でこういうアスペクトを持っている人はこうだなっていう統計があるわけで、それを研究している人はそれが得意だと思う。だってずっと研究してるから、それをね、やっぱりこうだと思うってなると思うんですけど、私それに関しては、いや体はやっぱり遺伝ちゃうって感じで思っちゃって、そのなんていうかな、すごい一重のお母さんと一重のお母さんから、子供は絶対一重でしょみたいな感じがあって、いくら獅子座やからってパッチリ二重ではないやろうっていう感じがあったので、ちょっとそこはいいかなって自分の中であんまり重要視してなかったんですね。ただそういう見方は確かにあるんです。なのでこの方がその目の色とか肌の質とか身長っていうのはかなり、詳しいじゃないですか。でもそれってやっぱり研究してないと無理だと思うんですね。ヨーロッパの人からしたらアジア人みんな一緒やんみたいな感じになるじゃないですか。目の色は黒ですとか髪の毛茶色ですとか。だからその韓国人の中でも韓国人的なこの特徴をどう捉えるかっていうのは、もう韓国人をどれだけたくさん見てどれだけ特徴を得てるかによるから、ヨーロッパとかでいろんな目の色がある、いろんな髪の色があるっていうのを多分研究されてる方はそういうのができるんだろうなっていう感じです。で、それも、それを、要はその人のチャートからどういう人とご縁があるかっていうのを見て、その人のご縁のある人の特徴っていうのをどこまでもアスペクトで深掘りしていく。惑星の度数とかね、アスペクトで深掘りしていった結果、そういうことも言えるなっていう感じになるんです。なので、面白いとは思います。ただ、私の統計的に言うとね、簡単に言ったら10人いたら、1人ぐらいはめっちゃ当たってましたっていう人が絶対いるんですよ。もう全てが当たってましたみたいなね。で、10人いたら1人ぐらいは、そうかなみたいな感じの人がいたりするんですよ。あと大半8人、6人から8人ぐらいは、当たってたかなみたいな。でも自分が払ってる金額が高ければ高いほどそれはいいものだと思いたいという心理が働くから、よかったな、こういうとこがよかったなって言ってどんどんこう吸収できるとこ増やしていくんですけど、なのでその10人中1人のめっちゃ良かったです、すごいですっていう人がもしかしたらお友達なのかもしれないし、そういう人がネットですごいです、すごいですって書いて、みんなそうかって思うかもしれないけど、中には全然じゃ良かったけどっていう人も多分いると。それは仕方ないよね、統計だからね。
昔すっごいサイキックヒーラーで有名な、世界的に有名なサイキックヒーラーで、そういうなんとか操作とか世界的な携わっている人ですみたいなの、方がいらっしゃって、で、その方に見てもらったっていう人がまた熱烈に、すごかったって言って、みんなにブワーって言いまくって、みんな、じゃあ私も受ける、じゃあ私も受けるってなって、でも外国の方だからなかなか受けれない。でもその人が来日するんやったら絶対行くって言って、いう話で盛り上がった時があったんですね。で、タラさんもぜひ行ってって言って、で、うーん、3回目ぐらいのお誘いで、じゃあ行ってみようかなって言って行ってみたんですよ。それ4万5千円でした、確か。鑑定がね。通訳付きで。で、行って、自分はもうなんか先生術やってるし、なんとなく流れも分かってるじゃないですか。で、自分のことも分かってる。で、私の場合、何かこう先生術的な見解じゃないことで、なんかびっくりするようなこととか、新しい見解言ってくれるかなとか思ってこう期待していくわけなんですけど、結論的には全く響かなかったんです、私は。その方の言葉が。っていうのは、すごいこう、すごいサイキックの方だと思うんですけど、とにかく録音はしないでくださいって言って、もう私の気がそれるからって言って、で、そこでやったんですけど、なんかあなたはまだ漂流しているみたいな、どこに泊まろうか、ちょっと、まだ迷ってるわね、みたいな感じで。で、あなたの兄弟か何かが血液検査をしてるわね、とかって言って。で、あなたに連絡を取りたいんじゃないみたいな感じだったんですよ。で、私もちろん兄弟いる、兄がいるんですけど、兄が血液検査してようがどうしようが私には何ら関係ないねんけど、みたいな感じになって、で、連絡してきたかったら勝手にしてきたらいいし、別にそれを私が4万5千円払って聞かなあかん理由あるかなみたいな感じだったんですよ。でもそんな別に怒ってないでしょ。普通になんかいいこと言ってくれるんちゃうかなと思って、って聞いたんですけど、始終それで終わったっていう感じだったんですね。で、その時に何を思ったかって言ったら、ああ、なるほどって、なんか世の中でどれだけすごいって言われてる人とか、世界的にこれだけの権威があるとかって言われていようとも、その人と会うか会わないかによって全然違うって思ったし、その人の実力っていうものじゃなく、まあ、芸能人とかもそうだと思うんですけど、本当のその人はなんかどういうのかわからないけど、周りからこうもてはやされて出来上がってるその人像ってあるじゃないですか。こういう人みたいな。まあ、芸能人はもうそれをキャラとして、そのキャラで仕事しますっていうのもありだと思うんですけど、そういうこう超有名なヒーラーさんとか有名な先生術師っていうのも少しそういうのがあるんじゃないかなと思って、なので、そんだけすごい世界的なってことで言われて、値段もバーンって高いけど、私の中ではね、身近にいる友達の方がよっぽど参考になったわっていうことだったんです。身近にいる友達が普段なんか私のことを見て、いや、そんなんやめといた方がいいよとか、いや、そんなんできるよとか言ってくれたりとか、やっぱそれはそうちゃうみたいに、ただ普通に世間話で言ってくれる話の方がよっぽど真実味があるなって思ったんですよね。で、それともう一つお客さんの中ですごいサイキックの能力があるのに、いやー、私なんかもうダメですとか、そんなん言えないです、責任そんな取れないしとかって、でも感じる中でポロポロって言ってくださる方とかいて、すごいサーキック能力があるんやから、その仕事したらいいのにって思うけど、いや、そんなもうとてもじゃないけど言えないですみたいなね、感じの方がいて、その人の方がよっぽどサイキックすごいけどなって私は思ったんですよ。なので、要するに、その周りからこう作られて盛り上げられてるその人が本当に自分と合うかどうかっていうのは分からない。ただ、それを通して、そこでどんなことを言われようとも、結局自分がそのことで何かが学べたらいいわけじゃないですか。だから私はそのサイキックヒーラーさんのリーディング内容に感銘を受けたってわけではなく、その人の鑑定を受けたことによって、ああ、そういうもんなんやなっていうことを分かったってことなんですね。だから高いからいいとか低いからいいとかじゃないなって思ったのと、その時感じたのが、私ほんまに人に聞くのやめようってその時思ったんですよ。自分の中に答えがあるのに、なんでそれをどこの誰かもわからない外国の遠い人に高いお金を払って自分の人生のことを言われなあかんねやろうかって、なんかその時思ったんですよ。って思ったくせにね、また1年、2年経つとね、なんか聞いてみようかなみたいな気持ちになったりするんですよ。それみんなそうやと思うんですけど。で、もう一つ、
アガスティアの葉っぱってあると思うんですけど、皆さん聞いたことあると思うんですよね。それも本当にインドの、奥地にある自分だけの人生の予言書が保管されてる場所があるみたいな。いくつもたくさん保管されてて、どこに探しに行くかわからないし、自分の、見に来る人のものしか書いてないっていうのがあると思うんですけど、それも第1章から第13章まであってっていうのがあって、それも当時、もう私は25、6ぐらいあったと思うんですけど、その時にそれがすごい効いて、私もやりたい。私もアガスティアの葉っぱ見つけに行きたい、インドまでって思ったんですよ。行かれへんがなってなって、じゃあ代行会社に頼みますって言って、指紋を渡しても行ってもらったわけですよ。でもそれなんでそうしたかって言ったら、アガスティアの葉っぱには、あなたと結婚する人の名前が書いてあるって言ってたんですよ。結婚するかしないかも書いてあるし、どんな人と結婚するのか、どこに住んでるのか、その人が。その人の職業、全部書いてあるっていうことで、独身やったから、見たい見たいと思って、すごいワクワクして、代行者に指紋を送ったわけですよ。で、結果、はい、来ました。うわ、どんなこと書いてるのかなと思ったら、名前は2文字か2文字でしょう。みたいな。2文字か2文字の男性の名前どんだけあんのってなるし、どこに住んでるかって言ったら、南北に大きな通りが通ってる道の近くでしょうってなって、大阪南北めっちゃ通ってるってなって、全然わからへんっていうね。そんな感じで結論から言うと全然当たってなかったんです、それは。で、でも今の旦那の名前2文字やし、一応大阪の南北の近くといえば近くかもしれんし、当たってるかもしれへんけど、でもあなたの兄弟は幸せな結婚するでしょうみたいな感じのことも書いてあったんですけど、兄は結婚してないですし、これからも多分しないだろうなとか思うので、結論20年ぐらい経って結論的には半分ぐらい当たってて、半分ぐらい当たってなかったなっていう感じなんです。でもそれはホラリーのリスクだと思うんですよ。絶対こうですよっていう見解で見てしまうと、当てはまるところもあるけど、当てはまらないところも絶対出てくるから、そういうのを理解した上でね、楽しくやったらいいと思っていただくんです。はい、ということで、面白いネタをありがとうございました。ありがとうございました。はい。